はささみと大葉の三角春巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ささみと大葉の三角春巻きを作っていきたいと思います。具材を鶏ささみにして、そして一口サイズの三角形の春巻きに仕上げていきたいと思います。春巻きの具材もささみをレンチンして入れていくので、とてもね簡単に作ることができます。三角形でね小さめの春巻きなので、お弁当のおかずにもぴったりな一品になってます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。春巻きの皮、ささみ、大葉、スライスチーズ、お酒、梅肉、塩コショウ、薄力粉、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まず鶏ささみなんですが、こちらね大きさによって使う本数が変わるので、だいたいね3本から4本ぐらい用意していただくといいかなと思います。そして今回中にチーズを入れていきます。こちらのチーズは今回ね普通のとろけるチーズではなくてスライスチーズを使っていきます。とろけるチーズでもいいんですが、ちょっと揚げてる最中に外に飛び出やすいので、今回はスライスチーズを使ってます。そしてあとはですね、梅肉も一緒に今回入れていきます。こちらその他に柚子胡椒とかね入れていただいても美味しいので、お好みでやってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず大葉ですね。大葉はこのように根元のねこの茎の部分を合わせて、そしてまずね茎を切り落とします。大葉はね必ず水洗いしてしっかりね水分を拭き取っておいてください。そしたらこちらを縦半分に切ります。大葉はねこのように半分に切って準備しておいてください。それでは続いてスライスチーズです。こちらはですね、まず袋の上から切っちゃいます。このようにバッテンになるようにまず切ります。そしてまたこちらをさらに十字に切っていきます。こんな感じです。今回1枚を8等分に切ってます。こんな感じです。チーズはこのように切ってください。それではね残りも同じように切っていきます。はい、チーズはこれで OK です。それではささみを今回はね電子レンジで加熱して火入れしていきます。レンジを使いたくない場合はこちらをお湯で茹でていただいても OK です。さらにこの筋取りなんですが、こちらを気になる場合だけ行ってください。今回ね手で裂くのでそこまで気にならないかなと思います。まずこういった耐熱の容器に入れて、そして塩コショウで下味をつけます。はい、このようにね下味をつけてください。そうしましたらここにお酒をかけます。こちら料理酒でも OK です。そして全体になじませてください。今回のささみはですねトータルでだいたい 200g になります。こちらは目安にしてみてください。そしたらここにふんわりラップをします。そして空気の出入り口を1箇所作っておいてください。そうしましたらこちらをまず電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたら一度ねラップをめくって、そしてお肉を裏返します。そしてまた同じようにラップをして、また電子レンジ 600W で1分30秒加熱していきます。はい、加熱しました。すごく器が熱いのでやけどしないように注意してください。あとねたまにパンパン弾いたりしますので、そちらのやけども注意してください。そしたらラップを外します。このようにきちんと火が通ってれば OK です。もしまだ少し生の場合はもう少し加熱してみてください。そしたらですねペーパーに取り出して水分を一度拭き取ります。はい、やけどしないようにね注意してください。はい、OK です。そしたらですね一度このままこちらのささみは手で触れるぐらいになるまで粗熱を取ってください。ではね粗熱を取っている間に春巻きの皮を切っていきます。今回三角形の春巻きにしていきます。こちらをですね3等分に切っていきます。切る時は包丁で切っていただいてもいいですし、キッチンバサミを使って切っていただいてもどちらでも OK です。大体で大丈夫なので3等分にしていきます。
あとはね1枚ずつ剥がして使っていきます。春巻きの皮はねすごく乾燥しやすいので、使わないものに関しましては巻くまではねこのようにラップなどをかぶせて、そして乾燥しないようにしてください。使う時にねここから1枚剥がして使っていただくといいかなと思います。春巻きの皮の準備はこれで OK です。続いて海苔を作っていきます。まず薄力粉、そしてお水を入れます。これでよく混ぜましょう。はい、これで OK です。このようにきちんと混ぜておいてください。ではね、ささみの粗熱が取れたので手でね裂いていきます。適当にねこのように手で裂いてください。電子レンジで加熱するときはお酒または料理酒を絡めて加熱することでふっくらとした仕上がりになります。はい、 OK です。このように手でほぐしてください。それではね春巻きの皮で包んでいきます。まずですね、春巻きの皮はツルツルしてる方と、あとはザラザラしてる方があります。このザラついてる方が内側になるので、こちらをまず上にしてください。そしたらですね、まず手前側にこのねスライスチーズを置いてください。この縁の部分がだいたい5ミリぐらい開くように置いてください。こちら左側右側どちらでも大丈夫です。そうしましたらここにささみをのせます。あまりのせすぎるとね具材がはみ出るので、のせすぎないように注意しましょう。そしたらここに梅肉ですね。ちょんと梅肉をのせたら、こちらを三角形に合わせてパタッと折ります。こんな感じです。そしたら今度は上に向かってパタッと折ります。折りたたむ時は少しきつめになるように折りたたんでください。2回折りたたんだら今度は大葉ですね。大葉はこの裏側が表になるようにこんな感じで置きます。そしたらこちら側に折り込みます。そして今度は上に折り込みます。最後巻き終わりのところですね、ここに水溶き薄力粉を塗ってください。そしてパタッと折りましょう。こんな感じです。このように具材を包んでください。それではね残りも同じように包んでいきます。はい、全部包み終わりました。今回はね全部で春巻きの皮6枚分で18個できてます。チーズがねちょっと足りなかったのでチーズなしのものも作ってます。こちらをね調整しながら作ってみてください。それでは今からこちらを油で揚げていきます。それではフライパンを用意してください。フライパンの底からだいたい1センチほどの油を注ぎ入れます。そして火にかけましょう。今回はですねチーズ入りなので高温でねさっと揚げていきます。なのでまず油をね180度ぐらいまで温めましょう。チーズが入ってる時は長い時間揚げているとチーズが飛び出やすくなるので、高温で素早くね焼き色をつけて仕上げたいと思います。それではね適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡がすぐ出るぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。そしたらね揚げていきます。やけどしないように注意しましょう。入る分だけね入れてください。これで全体にいい揚げ色がつくまで揚げていきます。あんまり動かしすぎるとチーズがね飛び出やすくなるので、あんまりひっくり返しすぎないように注意してください。裏面がいい感じの揚げ色になったら裏返します。はい、で片面もねいい揚げ色になるまで揚げましょう。はい、で両面ねいい揚げ色になったものから取り出します。トータルねだいたい1分半から2分ぐらい揚げていただければいいかなと思います。こんな感じです。このようにいい揚げ色になるまで揚げてください。2分以上揚げるとねちょっとチーズがかなり飛び出やすくなるので、2分以内でねさっと揚げるようにしてください。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにねサクサクに揚がってます。このままね軽く油を切ってください。はい、これで大葉とささみの三角春巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねいい揚げ色になって美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。外はパリッパリですね。そしてこの大葉とチーズとささみと梅肉の相性がバッチリです。すごく美味しいです。もうね何もつけなくてもこのまま美味しく召し上がっていただけます。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のささみと大葉の三角春巻きのポイントです。まず今回中の具材は鶏ささみを使ってます。こちらはお好みで鶏胸肉を使っていただいても OK です。そして鶏ささみを加熱する時なんですが、今回は簡単に電子レンジを使って加熱しました。もしね普通に茹でたい場合はお湯で茹で上げていただいても OK です。電子レンジで加熱する時はまず1分半加熱して途中で取り出して裏表逆にして、そしてまた加熱してみてください。そうすることでムラなく加熱することができます。今回ねトータルで3分加熱してますが、もし3分加熱してもねまだ赤い部分があったらもう少し加熱してみてください。 500W のレンジを使う場合はプラス10秒から20秒ほど加熱していただくといいかなと思います。そして包む時のポイントです。今回は三角春巻きということで三角形の形にしました。三角春巻きにする時は春巻きの皮を3等分にして作ってみてください。そうするとねちょうどいい大きさになると思います。巻く時なんですが、まずね一番下にスライスチーズを乗せて、その上にささみとあとは梅肉を置いて、そして三角形になるようにまず2回折りたたんでください。そして2回折りたたんだら半分に切った大葉を差し込んで、そしてくるくる最後まで巻いてください。巻き終わりの部分に関しましては水溶き薄力粉を塗ってしっかりくっつけるようにしてください。この時注意していただきたいのが、あまり具材を入れすぎるとね巻きにくくなったり具材がはみ出てしまいますので、具材の入れすぎには注意していただけたらと思います。今回はですね鶏ささみがだいたい 200g ぐらいでトータルで18個できてます。こちらの数は目安にしてみてください。なのでねちょっとね今回はスライスチーズ2枚しか用意してないので2つだけねチーズなしの状態で作ってますが、こちらも調整して入れてみてください。そして揚げる時のポイントです。今回はチーズ入りなので高温でさっと揚げるようにしてください。中温とかでね3分ぐらい揚げてしまうと中からチーズが飛び出やすくなってしまいますので、だいたい180度ぐらいの高温で1分半から2分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。あとはねいい揚げ色になったら取り出して油を切って召し上がってください。今回ですね味もしっかりついてますのでこのまま美味しく召し上がっていただけます。お酒のおつまみ、あとはお弁当のおかずにもぴったりかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はささみと大葉の三角春巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。